はい、どうも皆さん、こんにちは。トマチャンネルのトマです。このチャンネルでは、現役エンジニアのトマが、電気電子工学に関連する技術解説を行います。学校で学ぶあんなことやこんなことが、社会でどう生きるのか、知ってもらうきっかけとなれば幸いです。ご興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。こんにちは、トマです。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。今回のテーマはライト VNA です。ライト VNA って何という方も多いと思いますが、ライト VNA はコスパ最強のネットワークアナライザーで知られるナノ VNA の後継機です。後継機ということで、性能面でも大幅な改良が加えられているのですが、この動画ではライト VNA の購入レビューということで、外観や操作性、性能比較などについて紹介していきます。ナノ VNA との比較やフィルターを使った簡単な測定、バッテリーの持ち時間の検証なども行っていきますので、最後までご覧ください。まずはライト VNA がどのようなスペックなのか、ナノ VNA と比較しながら見ていきましょう。比較に用いるナノ VNA にはいくつかの種類が存在しますが、ここでは私が以前に購入したナノ VNA と比較していきます。この表は性能が異なる項目を抽出して比較したものになります。上から順番に確認していきます。周波数範囲では、ライト VNA の上限周波数は 6.3GHz とナノ VNA と比較して4倍高い周波数まで測定できることがわかります。この周波数の違いがどれぐらいすごいかというと、1.5GHz から 6.3GHz の間の周波数では、4G、LTE 通信といったスマホで使われている 1.5GHz 帯、1.7GHz 帯、2GHz 帯、3.5GHz 帯や 5G 通信で使われている 3.7GHz 帯、4.5GHz 帯、あるいは ISM バンドで指定されている 2.4GHz 帯、さらには Wi-Fi 通信や高速道路の ETC システムなどで使用されている 5GHz 帯が含まれており、日常生活に欠かせないデバイスの測定や評価ができるようになります。アマチュア無線の観点からライト VNA を見ると、既存バンドの MF 帯、HF 帯、VHF 帯、UHF 帯に加えて SHF 帯で使用されている 2.4GHz、5.6GHz 帯のアンテナ測定や評価ができるようになります。さらに ICOM が SHF プロジェクトを始動させたという記事が出ています。製品開発のハードルやシステム構成について記載されている面白い記事なので、概要欄にリンクを貼っておきます。このようにライト VNA の周波数拡張は様々なアプリケーションに対応することができます。次に気になるのはダイナミックレンジです。ダイナミックレンジはベクトルネットワークアナライザーの性能を左右する重要なパラメータですが、ライト VNA では 3GHz 以下で 70dB となっており、ナノ VNA と比較してダイナミックレンジの性能が向上していることがわかります。ナノ VNA では局部発信機であるローカル周波数に高超波を利用しているため、SN 比が悪化してダイナミックレンジが低くなっているようです。実際に TinySA を使ってナノ VNA の CW を測定してみると、100MHz から 200MHz は信号波形が変化していますが、300MHz の設定では 100MHz の信号が確認できます。つまり 300MHz では区形波の高超波成分を利用して測定していることがわかります。続いて気になるのはポイント数です。ナノ VNA のポイント数は51、101の2つの選択であるのに対して、ライト VNA では21から1001まで可変で設定できるようになりました。ナノ VNA のポイント数の最大が101であったため、強帯域のフィルターを測定することが困難でした。正確には周波数範囲を狭く設定すれば測定できるのですが、セラミックフィルター、水晶フィルター、ヘリカルフィルター、層フィルターなどの
急峻な減衰量を確保できるフィルターの測定はポイント数が少ないため、カクカクした測定波形になることがあります。ポイント数が10倍に向上したことで、フィルター評価が楽になるのが嬉しいポイントです。次に気になるのが出力レベルです。アテネーターやフィルターなどのパッシブ回路の測定ではあまり気にするところではありませんが、アンプの評価ではとても重要です。アンプを評価する際は S11 の出力レベルを下げて測定した方がアンプの直線性を正確に測定することができます。ナノ VNA ではミリアンペア表記のため出力レベルがよくわかりませんが、一方ライト VNA では dB で表記されています。SM を基準としてマイナス 10dB は下げられるみたいです。両者ともレベルを可変できますが、レベルの大きさがわからないので dBm での表記をお願いしたいところです。そしてバッテリーについてはナノ VNA が 650mAh に対して今回私が購入したライト VNA62 では 1300mAh と容量が2倍になっており、またライト VNA64 では 2000mAh と3倍以上の容量となっています。ナノ VNA にもいくつかの種類があり、ナノ VNA-H4 では 1950mAh となっており、ナノ VNA のバージョンによってバッテリー容量が異なる点に注意が必要です。そして最後の価格については購入するサイトで異なりますが、今回私が購入したライト VNA はアリエクスプレス、ナノ VNA は Amazon で比較すると、ライト VNA は 13,598 円、ナノ VNA は 7,980 円となっていて、価格差は約 5,600 円です。半導体不足と円安の影響を受けているので、数年前と比較すると値段はかなり異なると思いますが、それでも 5,000 円をプラスするだけで、これだけの機能が拡張・向上される点に驚かされます。6GHz まで測定できると考えると、とても安いと思います。購入にあたっては注意が必要で、ナノ VNA は信頼できるAmazon やスイッチサイエンスでの購入が可能ですが、ライト VNA についてはスイッチサイエンスでの取り扱いがなく、アリエクスプレスや eBay で購入することになります。稀に品質が怪しかったりするので、販売業者の評価や口コミを参考にしてください。調べたところ、Amazon でもライト VNA62、ライト VNA64 ともに購入可能なようですが、一部の商品で価格がかなり高騰しているものも見受けられるので注意が必要です。私が購入したサイトのリンクを概要欄に載せますので、ご購入の際は参考にしてください。それではライト VNA を開封していきます。まず箱の外観としてはナノ VNA と同じように黒い箱に入っています。ナノ VNA の箱と比較するとサイズがかなり小さいことがわかります。最近は原油の高騰もあり、輸送費用もかなり高騰しているため、梱包を小型化することで輸送費用を抑える設計となっているようです。箱の中身はライト VNA 本体、次に高周波測定用の同軸ケーブル、充電用ケーブル、キャリブレーション用のコネクタ、そして操作用のピックが付属されています。ナノ VNA で付属していたこちらのタッチペンがないのは非常に残念です。購入サイトによってはタッチペンが写真に写っているものもあるので同封されているかもしれません。ピックで操作するよりはタッチペンの方が操作性は良いと思います。タッチペンは Amazon や100均のダイソー、セリアなどでも購入可能ですが、ボールペンでも操作できます。それでは外観を見ていきます。ここでは比較のためにナノ VNA とライト VNA を並べてみました。まずはサイズを比較します。ナノ VNA とライト VNA を重ねてみると、
サイズが全く同じであることがわかります。次に印刷を比較すると、ナノ VNA は白の単方印刷かスクリーン印刷になっていますが、ライト VNA ではレーザー印刷に変わっています。レーザー印刷の方が細かい文字の印刷に優れていますが、文字は少し見づらくなっています。これもコストダウンを意識した設計と言えます。また、脂肪も少し異なるようです。少し見づらいかもしれませんが、ナノ VNA よりライト VNA の方が脂肪が深くなっています。なぜ脂肪を深くするかというと、脂肪を深くすることで製品をぶつけた際の傷を目立たせない効果があるからです。次に上面を見ると、電源スイッチ、充電用の Type-C コネクタ、マーカー移動用のコネクタが配置されています。配置場所も全く同じです。一方で下面を見ると、ナノ VNA は何も配置されておりませんが、ライト VNA ではマイクロ SD カード用のコネクタが配置されています。ナノ VNA では外部メディアへの保存ができませんでしたが、ライト VNA では外部メディアへの保存が可能となっています。何が外部メディアに保存できるかは後ほど紹介します。次にライト VNA の操作性について見ていきます。まずはじめにバージョンの確認です。コンフィグからバージョンを選択するとバージョン情報が確認できます。同封されているライト VNA メニューストラクチャーマップの右下にバージョン情報が記載されています。ライト VNA メニューストラクチャーマップでは 1.0.70 と記載されていますが、ライト VNA 本体で確認すると 1.3.00 と記載されているので、バージョンアップしているようです。次に操作メニューを確認していきます。全体の操作メニューは、こちらのライト VNA メニューストラクチャーマップを見るとすぐに把握することができますが、こちらのストラクチャーマップはバージョン 1.0.70 の場合で、バージョン 1.3.00 の場合は異なる点に注意しましょう。動画の中で操作メニューを順に追って説明していくので参考にしていただけると幸いです。ホーム画面にはディスプレイ、マーカー、スティミュラス、キャリブレート、リコール、メジャー、SD カード、コンフィグ、ポーズスイープが表示されています。先ほどマイクロ SD カードのコネクタがありましたが、こちらの操作ボタンで SD カードにデータを保存することができます。操作ボタンを上から順番に見ていくと、ディスプレイの中にはトレース、フォーマット S11、フォーマット S21、チャンネル、スケール、トランスフォーム、アベレージ、ポート Z が表示されています。トレースはトレースの操作対象の切り替えや表示のオンオフを切り替えることができます。フォーマットではトレースで決めた操作対象の表示形式を切り替えることができます。フォーマットには S11 と S21 の2つがあります。フォーマットの下にあるチャンネルボタンで S11、S21 を切り替えなくても、フォーマット S21 を選択すると S21 から S11 に自動で切り替わるようです。表示形式としては、ログマグ、フェイズ、ディレイ、スミス、SWR、レジスタンス、リアクタンス、インピーダンス Z、モアがあります。モアを押すと、さらに、ポーラー、リニア、リアル、イマージナリー、Q ファクター、コンダクタンス、サセプタンス、イミッタンス Y、モアも選択できます。さらにモアを押すと、シリーズ C、シリーズ L、パラレル R、パラレル X、パラレル C、パラレル L が選択できます。ユーザーガイドで確認しましたが、この機能の使い方については説明がありませんでした。前の操作画面に戻って、インピーダンス Z はコンデンサーやインダクターの単体特性評価、Q ファクターは AM ラジオ、FM ラジオの同調回路で使用するのが良いかと思います。次にチャンネルです。
こちらで S11 または S21 を切り替えることができます。こちらの切り替えで S22 や S12 を選択することができませんので注意が必要です。ナノ VNA もチャンネル選択は同様です。ナノ VNA、ライト VNA ともにアンテナ、フィルターなどのパッシブ回路の測定に特化した製品と言えるでしょう。アンプなどのアクティブ回路の評価にはやはり S22、S12 の評価が必要なので機能を拡張してほしいです。そしてスケールではスケール DB で縦軸のスケールを変更したり、リファレンスポジションでは基準位置を変更することもできます。E-Delay はセミディジットケーブルを用いた測定でよく使う機能です。トランスフォームではタイムドメインの測定ができます。トランスフォームをオンにすると横軸が時間に変わっています。パルス応答の評価ができるようなので USB 規格の TDR 試験も測定できるかもしれません。さらにケーブルの断線箇所までの距離も測定できるかもしれません。この機能については今後深掘りしていこうと思います。次に AVG ではその名の通り測定評価のアベレージの回数を設定できます。アベレージ回数を0にしたり80回に選択することもできます。80回を選択すると測定結果が出るまでに時間を要します。インピーダンス Z ではライト VNA の基準インピーダンスを変更することができます。デフォルトは50オームに設定されています。テレビの放送関連では75オームを使用するケースがあるので、こちらの設定を75オームに変更して測定しましょう。この基準インピーダンスの変更はハードウェア的な変更をしているわけではなく、計算処理結果を表示しているのに注意しましょう。次にマーカーに移ってセレクトマーカーでは最大8個の測定ポイントが表示できます。さらにサーチ機能では最小と最大の値に瞬時にマーカーを移動させることができるので非常に便利です。続きましてスティミュラスでは周波数の測定条件を設定できます。測定周波数範囲はスタートとストップ、あるいはセンターとスパンで設定することができます。CW フレケンシーを使うと単一周波数での測定ができることに加えて単一周波数が出力できるので簡易信号発生器として利用することができます。CFG スイープではスイーツポイントで測定ポイント数の変更や TX パワーで出力レベルの変更ができます。次にキャリブレートではライト VNA のキャリブレーションができます。キャリブレーションとは測定器で標準通りの値を得るために標準器を用いてその機器の偏りを補正します。同封されていたキャリブレーション用のコネクターが標準器に当たります。このコネクターを用いて上から順番にオープン、ショート、ロード、アイソレーション、スルー、ダウンを実行することでキャリブレーションが行えます。キャリブレーションが完了したらセーブボタンでキャリブレーションデータを保存しましょう。リコールボタンでは先ほど保存したキャリブレーションデータを呼び出すことができます。ただし保存したキャリブレーションデータが使えるのは保存した時と同じ測定系に限ります。同軸ケーブルなど測定環境が変更となっている場合にはキャリブレーションを再度実行することをお勧めします。測定環境の変化が測定結果に影響を及ぼすので注意しましょう。そしてメジャーでは測定条件が限られますが、測定結果をもとにして LC 回路のマッチング乗数の算出やパラメータの抽出ができます。続いて皆さんが気になっている SD カードではロード、セーブ S1P、セーブ S2P、セーブスクリーン、セーブキャリブレーション、オートネームが選択できます。ロードではロードビットマップ、セーブ S1P、セーブ S2P、ロードキャリブレーションが選択できます。セーブ S1P、セーブ S2P は回路シミュレーションで用いる S パラメータのフォーマット形式です。ADS、Genesis といった高周波回路シミュレーターに取り込むことができます。これについては別の動画で詳細を説明しようと思います。オートネームはその名の通り保存の際にファイル名を自動で決めてくれる機能です。
最後にコンフィグレーションです。コンフィグレーションではライト VNA 全体の設定が行えます。タッチキャル、タッチスクリーンではタッチ操作の確認ができます。エクスパートセッティングではスレッショルド、TCXO、バッテリーオフセットでパラメータの設定が行えるようですが、この設定はいじらない方が良さそうです。次にセットデート、セットタイムでは日付と時間の設定が行えます。そしてフリップディスプレイでは画面を反対にすることができます。あとはバージョンの確認と画面の明るさが調整できます。画面は暗い設定の方がバッテリーが長持ちかもしれません。ライト VNA の操作性についてはこんな感じです。それでは簡単な測定をしてナノ VNA とライト VNA の性能を比較します。無線機を野外に持ち出した時に限って通信できないとかのトラブルに遭遇した経験はありませんか？そこで気になるのはバッテリーの持ち時間です。ナノ VNA のバッテリー容量 650mAh、ライト VNA のバッテリー容量 1300mAh でバッテリーの持ち時間を比較します。ナノ VNA が3時間38分、続いてライト VNA が4時間44分という結果になりました。これぐらいの稼働時間であれば、想定していないトラブルに見舞われてもトラブルシューティングできそうです。次に FM ラジオの中間周波数のフィルターとしてよく使われる 10.7MHz のバンドパスフィルターの測定を行います。測定条件はセンター周波数 10.7MHz、スパン 10MHz、ナノ VNA の測定ポイントは101、ライト VNA の測定ポイントは1001です。左がナノ VNA の測定結果、右がライト VNA の測定結果です。S21 同士を比較すると、ナノ VNA の波形はカクカクしていることがわかります。そしてナノ VNA では測定できていないポイントがいくつかあることがわかります。さらにナノ VNA のリファレンスポジションを変更して確認すると、10.7MHz 周辺の波形にも違いがあることがわかります。続いて周波数測定を 50kHz から 100MHz に変更して比較します。ナノ VNA ではメイン周波数である 10.7MHz が測定できていません。一方、ライト VNA では 10.7MHz に加えて3倍波である 30MHz 付近の周波数も正しく測定できています。ポイント数が多くなると高帯域の測定で効果を発揮することがわかります。最後に測定周波数の限界値である 6.3GHz まで測定可能か検証します。周波数測定範囲を 50kHz から 6.3GHz に設定します。次にキャリブレーションを行います。高周波回路の測定では周波数が高くなればなるほどキャリブレーションがとても重要になります。今回はトルクレンチの手持ちがなかったので、モンキーレンチを使って SMA コネクタをかしめます。かしめすぎるとコネクタの破損につながるため注意が必要です。トルクレンチは Amazon で購入できるので、先ほどポチりました。キャリブレーションが完了したので、まずは 50Ohm で終端して S11 のリターンロスを測定します。表示形式はログマグで黄色の波形です。測定周波数全体でリターンロスが30デシ確保できているので素晴らしいですね。少しコネクタを緩めると波形が変化していることがわかります。やはりこの周波数の測定ではトルクレンチが必要です。最後に同軸ケーブルをスルーにして S21 を評価します。リターンロスは測定周波数範囲で 30dB は確保してほしいところですが、3.874GHz で 20dB、6.3GHz で 14.4dB となっています。S21 の測定は 3.8GHz ぐらいまでで、それ以上の測定は参考値とした方が良いかもしれません。本日のまとめです。今回はライト VNA についてレビューしました。ナノ VNA と比較して操作性、性能面で大幅な進化を遂げていることが分かりました。評価結果から S21 は 3.8GHz ぐらいまで、S11 は 6.3GHz まで使用できることが分かりました。正直 6.3GHz まで測定できるとは思っていませんでした。この価格でこの性能であることからコスパ最強のネットワークアナライザーと言えるでしょう。アマチュア無線のアンテナやフィルターの評価、あるいはホビー用としてネットワークアナライザーを探している方は
ライト VNA がおすすめです。動画をご視聴いただきありがとうございます。本日の動画は以上となります。この動画が良ければいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。とまチャンネルでは電気電子工学に関する様々な動画を配信しています。役に立ったらぜひチャンネル登録をお願いします。